サビ取りキングで表面をきれいにして、磨きングでしっかり磨き込んで、メッキ保護剤メッキング、軽く指を添えてる感じです。もしかしてこのザラザラみたいのをサビ取りキングでやったら落ちるの？この辺めちゃめちゃ綺麗。ほとんどくすみないもんね。これで2、3ヶ月経ってどうなっているかというのをですね、ちょっともう一回見てみたいと思います。マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。今日はですね、こちらの商品の紹介になるんですけれども、メッキパーツのですね、専用ケミカルというふうになっております。まずご紹介なんですけども、メッキの点サビ、てててててんってやつですね、それを取るサビ取りキング、クロームメッキ、それからステンレス用ですね、そしてそれのですね、磨き専用クロス、中にもねもちろん入ってるんですけれども、そしてもう一つがですね、磨きング、サビを取った後に磨く、そして最後がメッキング、保護ですね。ワックスみたいなもんだというふうに思います。こちらをですねちょっと試していくんですけども、なかなかねこれ結構汚いよ、汚いんだけど点サビまではないのよ。なのでこれ後ほど使います。ちょっと待ってください。熱いな。そして最初に使うのが磨きング、クロームメッキステンレス専用の磨き剤です。で研磨剤が入っているのであんまり強くこしちゃダメだということなんですが、とりあえず開封してみましょうか。磨きング、クロスもちゃんと入ってますね。で中に説明書が入っております。私説明書をちゃんと見るタイプでございます。よく振ってからご使用くださいというふうに書いてあります。クロームメッキ面についた軽い汚れくすみを取り除いて付属の史上最強クロスを併用することで、磨き傷を極力抑えながら汚れを取ることを目的としておりますと。保護の効果はありませんということですね。磨きング後はメッキ保護剤メッキングで保護コーティングすることをお勧めいたしますということですね。使用方法は最強クラスに適量を取り、優しく撫でるように磨いてください。ゴシゴシ磨き厳禁というところでございます。そしてですね、今回こっちのメッキとこっちのメッキと2つありますので、どうしようかな。どっちかをメッキングじゃなくて磨きングだけで、どっちかをメッキングもして保護をすると言って、で2、3ヶ月後にもう一回チェックするということをやっていきたいと思います。では早速やっていきますが、見てください。意外と汚いですよ。ちょっと軽くこすってもなんか曇った感じはあんま取れないよね。点サビではないんだけどね、結構取れないですよ。この辺とかね、この辺とかもやっぱ取れないですね。では早速いきます。よく振ります。クロスに適量リキッドタイプですね。そして軽くこすりますと。研磨剤入ってるんであんまりこすんないでくださいとはなってますね。ちょっと一箇所この辺でやってみようか。これ自体にちょっと油分があるかな。
めちゃめちゃ綺麗だ。ただコンパウンドが入ってるので、そんなにねこうギュウギュウこすったりとかそういうことじゃない方がいいと思いますね。車のワックスを塗った時のような曇りがやっぱりコンパウンドなんでね出ますので、それをしっかり拭き取って。めちゃめちゃ綺麗じゃん。やっぱりねこれダイハツウェイクなんですけど、7年間今年ね 7年目の車検を取ったんですけど、7年間こんなとこ磨いてません。全然違うよ。すげえ。ちょっと反対側は拡大した感じでちょっと見ていきましょうか。軽く指を添えてる感じです。ピッカピカでしょ。ここもやってみましょうか。どうですか。ここ汚いので行ってみましょう。どうすか。なんかこの辺でも点々見えるけどな。もしかしてこのザラザラみたいのをサビ取りキングでやったら落ちるの？ちょっとやってみようか。サビ取りキングはですね、たっぷり使ってください。優しく磨いてください。強くこすんないでくださいって書いてあります。付属のクロスですね。こちらにこちらもコンパウンドなのでね、優しくしっかり振って優しくやりましょう。おお、すげえ茶色い。この点々がどうなるか。優しく。マジ取れてない？これすげえぞ。これすげえよ。なるほど、これで表面が均一になってるってことなんだね。これでね、ここどうだろうね。これおー、だいぶ違う。じゃあこれをした後に先ほどの磨きングですね。いいっすね。かなりね直射日光でね結構こういうのがざらつきが見えるような感じはするけど、これはこんな見えないので実際の目だとね。では最後にこちらですね、メッキング。わお、薄く薄く伸ばしてくださいというところです。薄く薄く伸ばしてください。薄く薄く伸ばしてください。そうしないとムラになりますと。こんな感じで今2回目塗ってます。うん、いいですよ。
ワックスのように薄く伸ばしてくださいと。いいですね。ではですね、ちょっと予定変更なんですけども、ここの下の部分、ここはサビ取りキングで表面をきれいにして、磨きングでしっかり磨き込んで、そしてメッキ保護剤、メッキング、この3つをこっから下はやりました。でこっから上は磨きングのみです。でも見た目にはすげえ綺麗になってんだけどね。これでまあ2、3ヶ月経ってどうなっているかというのをですね、ちょっともう一回見てみたいと思います。11月までちょっと待ってください。まさちゃんの動画。10月中旬、11月2ヶ月か2ヶ月間経ちました。ちょっとよく見てください。めちゃめちゃ汚いです。ほとんど洗車してないです。こんな感じでですね、結構曇ってますね。洗車は車検の時に業者の方がねやっていただきました。でですね、こちらですよ。こちらあえての水洗いで、もう洗剤とかつけないで水洗いして、でタオルで拭いた結果どうなるかっていうのを検証してみます。なんかね、この時点でなんかちょっとパッと見の感じ、この辺なんかちょっとポツポツし始めてるんだよね、上側ね。やった時はめちゃめちゃ綺麗だったんだけども、下の方はね、なんかね、まだポツポツしてないんだよ。ただなんかなんとなく模様になってんだよね。ちょっとやってみますよ。日光白根山行って、その時ね、結構雨上がりでね、めちゃめちゃね、道路が汚くて、結構ね、汚れてるんですよね。お、でもやっぱ綺麗だな。上も下も綺麗よ。2ヶ月じゃそんな差出ないのかな。やっぱめちゃめちゃ弾いてるけど。なるほど。ちょっとやっぱり上のサビ取りキングをしてないところはちょっとやっぱりこう元の状態に戻りつつあるね。でメッキングしたところめちゃめちゃ綺麗。いやすごいわ。この辺やっぱりちょっとこう曇り始めてるなっていうのが肉眼ではわかるんだけどな。ちょっとアップしてみましょうか。これね、下の方のこの辺りですね。この辺りめちゃめちゃ綺麗よ。ピカピカだもんね。ほとんどくすみないもんね。めちゃめちゃ綺麗。触った感じも全然違う。ツルツル。すごい。ここね、めっちゃ磨いたけど全然綺麗よ。それに対してサビ取りキングをしてないこの辺はちょっと見づらいんだけど、ここちょっとこうザラザラしてんのよね。表面が整ってないっていうかね。あとここら辺ちょっと曇り始めたね。この辺りね、この辺りがっていうところの違いが2ヶ月で出ましたよというところですね。はい、ということでですね、今回こういう案件いただいて非常にね、僕自身も勉強になりました。まずね、勉強になったこと一番はですね、僕のバイクにメッキパーツがないっていうメッキパーツをなんとなくですね、排除してるっていうところがまず一個勉強になったのと、別にメッキが嫌いなわけじゃないんですけどね、クロスカブなんかもね、マフラーカバーメッキですけど、速攻で取り外しましたね。なんでなんだろうな、よくわかんないけど。それでね、それとともに、僕のこのダイハツウェイク、7年目の車検が終わったんですよ。7年間そんなに隅々まで細かいところをこう磨いたりとか、
そういうことも大してしてないし、洗車機ぶっ込んで終わりみたいな感じの使い方をしてるんですよ。通勤で毎日使ってるしね。だけども、7年間経っても、ほとんどこうメッキに、何ですかね、こう錆が出たりとかしてないっていう、なんだろうな、日本のその技術、メッキ技術っていうのがすごいなっていうのをね、まず感じましたね。錆取りキング。点錆を取るものって書いてあるんですけど、点錆がなくても、軽くやっぱこすってあげると表面が整うので、非常にいいです。なのでやっぱりメッキきれいにしたいなっていう方、特にハーレー乗ってらっしゃる方とか、そのあたりの方じゃないかなと思うんですけども、サビ取りキングでまず軽くこすり、磨キングで磨き、メッキングで保護をするというこのね、3点セットをですね、ぜひやっていただいたらですね、めちゃめちゃいい感じにメッキが保てるんではないかなと思いました。ぜひ試していただいたらよろしいんではないかなと思います。商品リンクがですね、概要欄にございますのでですね、ぜひそちらからですね、商品見ていただけるとよろしいんではないかなと思います。そしてですね、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられてチャンネル登録にご協力をお願いします。それでは、マサチャンネル、これにて失礼いたします。